日本とタイ観光チャンネル。皆さんこんにちは。いつもご覧いただき感謝している日本とタイ観光チャンネルです。このチャンネルはタイ情報が主ですが、名前の通りで時々は日本の観光も紹介します。ということで、タイから日本に旅行、埼玉、神奈川、山梨、静岡、東京、青森の1ヶ月旅。スワンラプーム空港から成田空港に飛びます。今回はジップエアーで直行便、楽です。スワンラプーム空港で鬼の像の前で記念撮影したことがある人、多いのでは。さて、搭乗前にはラウンジで食事とアルコール、ワインを飲んで機内で脱水し、朝起きたら日本というのがいつものパターンです。当然、機内では一切飲食はしないのです。だから機内食などがオプションの飛行機の方が、当方にとっては安いし都合が良いのです。タイから2人で乗り帰りして観光をし、その後は東京駅で二手に分かれます。東京駅に着いたら池袋まで山手線、そして東武東上線で埼玉へ。埼玉の向かう先は深谷花園プレミアムアウトレットでこれです。タイと比較してアディダスやナイキ、その他ブランドバッグなどが安いこと安いこと。 Oh my gosh。 隔離天国のタイだとどこまで本当か信用できないのに対し、安いのに安心な日本。日本観光の最初はアウトレットモールで買い物サンド。続いて美しく気に入っている秩父神社へ。色彩と彫刻がとても見事な秩父神社はいつか詳細を動画にする予定です。タイで日本を真似した観光地は多いのですが、やはり本当の日本の雰囲気はいいものです。そうそう、いきなり問題指摘。タイでいくら日本を真似た観光地だとしても、時々見かける神社の鳥をデザインに使うのはやりすぎですよね。タイで宗教を軽視すると罰則までありますから、では日本の宗教も尊重すべきだと思っています。逆にタイで日本人観光客が寺院や教会でマナー違反に注意されることもありますから、気をつけましょう。静かに日本で過ごす時間、貴重です。だからこそ時々帰ってくるのです。昼ご飯は日本らしくそば、夕ご飯は寿司と焼き鳥の飲み会で、埼玉観光は終わるのです。美味しい料理、ありがとうございます。埼玉県の次は神奈川県に移動し、観光しますか？実は一番の目的は富士山です。今回で3回目となる富士山一周ドライブ旅。神奈川県の橋本駅で停車し、会いに来てくれた人と合流してから有橋向かう。お昼ご飯は餃子の王将のラーメンと餃子、そば、寿司、焼き鳥は食べたので違うものとなればもちろんラーメンと餃子。餃子の王将は帰国したら必ず入るのです。そこから庭がとても美しいと評判の興福寺です。興福寺は応永年間に建立された臨済宗建長寺派の寺院。タイ観光紹介では決してメジャーではない観光地が中心ですが、ここも知る人ぞ知るという寺院でしょうね。庭が見えてきましたが、これは確かに美しい。今は滞在中ですが、日本にいた時はあらゆる有名な神社仏閣に触れています。後で2度目の小田原町に行きますが、そこで100名城スタンプラリーになるのを知りました。スタンプラリーなく知らず、過去にどれだけ城巡りをしたか数えてみたら、すでに50も行っていました。神社仏閣、お城、歴史的な場所が何度行ってもまた行きたくなる。それが日本の魅力であり、だから毎年数回帰国して観光するのです。日本とタイ観光チャンネル。晩ご飯は地元らしく鳥中という店に案内されました。乾杯して神奈川での晩ご飯です。店の名物という大きな唐揚げも出てきました。これをね、美味しい料理、あ
ありがとうございます。足早に続けますよ。翌日は車を借りて富士山一周ドライブです。2014年、2021年に続き3回目の一周旅。一度やったら楽しすぎて結局3回目ということです。最初の目的地は山中湖で約 60km ととにかく近い。タイに住んでいると感じないこと、それはこういう日本の林道でさえ楽しすぎること。たった数年なのにもう懐かしく感じます。富士山は山頂部に雲があり、今回はちょっと撮影は無理ですが、旅はどんなことでも楽しめてしまうのが魅力です。君たち随分と仲がいいんだね。いくらでも逃げられますが、時間は限られるので次の推しの8階へ。前に駐車した場所のすぐ近くにしました。最近外国人によるコインの受け入れが問題になっています。水質悪化その他大問題だというニュースを見ました。確かに注意を促す看板もありますが、個人的に感じることがあります。看板設置しているよね程度ではなく、全ツアー会社の駐車場で注意徹底、個人で来る人にも駐車場で徹底注意までやらないと無理だと思います。一部日本人でもタイに来て列に横入りや寺院で歌うなどやる人はいます。母国でやらないようなことも海外ではやってしまう人が存在するわけです。日本人でさえタイの教会の前でも神経な服装になる人やタイでこう運転を繰り返して動画をアップする人たちがいるのです。だからお金の投げ入れが問題だと述べ続けるより徹底することだと思います。話は変わって推しの8階は全てを回った動画も公開しています。歴史的なことや世界遺産についても触れていますので、リンク先からぜひご覧ください。今回の推しの8階ではご飯を食べず、この3つを食べて楽しみました。牛の味が味噌乗っけちゃっていいですか？味噌、あ、いいです、いいです、はい。富士山は雲に隠れています。最後に見せましたが、結局これが一番見える富士山でした。山梨県から静岡県に向け道の行き朝霧高原の休憩。戦列みたいなルートで富士山一周ドライブ完了です。さて翌日、神奈川から東京に移動し、そこから羽田空港へ。羽田空港から飛行機で青森に飛びます。なお東京駅の地下街で冷やし中華を食べています。東京駅で別れて1人は青森へ、1人は仕事があるのでタイへ向かいます。青森に行くのが両方なので、この先は羽田空港の道です。搭乗前にラウンジで時間調整とコーヒーです。
いうことで、実は埼玉に泊、神奈川に泊の4泊5日していた一連の旅。約11分にまとめた日本旅動画でした。この後の青森旅、東京に戻ってからの旅、再び神奈川旅のイベントということで、ご視聴いただき、感謝申し上げます。いかがでしたか？日本とタイ観光チャンネルでは、日本とタイの様々な情報とディープな観光地を紹介しています。ぜひ、チャンネル登録の上、たくさんの情報に触れてみてください。また、タイに関する質問などがありましたら、お気軽にコメントください。今後とも、このチャンネルをよろしくお願いします。もの